どうも、2wins です。今回はアーリーアクセスの現時点11から全てのキャラクターの特徴や基本的な立ち回り、どんな人に向いているのか1キャラずつ簡単に解説していきたいと思います。これから始める方のキャラ選びや、すでに使用しているキャラクターの考え方など参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。火遊びしましょう。アーリは唯一無二の後ろにも前にも飛べる空中ダッシュを持っていて、これとこの空中 S2 を組み合わせることによって空中でいろんな動きができるっていうキャラクターです。アーリの基本的な攻め方として、この空中と地上で長い球を打つことができるので、これを使って相手を牽制しながらいきなり自分から飛んでってマイダッシュジャンプを通すとか、足の速さを使って牽制しつついきなり下段を差し込みに行くなどの使い方が強いです。さらにこういう設置技、後から球が飛んでくるっていう設置技を持っているので、この球を隙を見て出してこの球と一緒に攻めるということもできます。まあ本当攻めに関しては何でもできるね。このようにかなり自分からアクションを起こすことができるキャラクターとなっています。アーリンしかできない動きとして、こうやって相手を飛び越えてからいきなりガード方向を変えて空中攻撃という強い行動があって、さらに画面端だったらこのようなむちゃくちゃな崩しもできます。本当にガードできない。めちゃくちゃ強い、あと足がめちゃくちゃ速くて、これエコーより速い。エコーより速いね。多分このゲームの中で一番足が速いかな。アーリの前アシストはこんな感じで、相手にガードさせたらアーリが浮くっていう感じで、ここから交代することで空中ダッシュで攻めることができます。アシストがヒットしていたらこのように裏に行って挟み込むことができます。アーリの後ろアシストがこんな感じで弾を3発出すアシストで、これもかなり拘束時間が長いので、この間にいろんな攻めをすることができるっていうので強力です。アーリの S1 スーパーは普通に撃つとこうやって爆発するんですけど、撃ってから長押しすることでこのように戻ってきてもう一度攻めることができるっていう。 S2 スーパーはこのように突進する技で十字キーでこう上下に動かすことができます。これはダメージが高いのでコンボの締めによく使われています。アルティメットはもうどの距離からでも届く無敵技の遠距離技になってます。こうやって全キャラ固有の演出が入りますね。このキャラはこう立ち回りでいろんな動きをして翻弄していきながら隙をついて攻めるという戦い方がしたい人におすすめです。 Life is motion, not peace. イラオエは S2 技を当てることでこんな感じでタコ足を生やすことができて、このタコ足を使って立ち回っていくキャラクターです。このタコ足の使い方としては、基本的には S1 技でこんな感じでタコ足を起動しながら攻めを継続することができたり、こうやってタコ足が追撃してくれてコンボに行けたりします。さらに遠距離技も持っていて、相手がどこにいてもホーミングしてくれるタコ足の下段攻撃があります。あとはタコ足がステージ上のどっかに生えていた場合、投げをするとこんな感じでタコ足が拾ってくれてコンボに行くことができます。また敵に一番近いタコ足を起動して打撃をしたり、コマンド投げをすることもできます。イラオエのアシストは突進して相手に当たるとタコ足を生やす技で、後ろアシストはでかいタコ足を叩きつける技です。前アシストは近距離、後ろアシストは遠距離って感じでかなり使いやすい性能になってます。 S1 スーパーがこのタコ足で相手を叩きつけまくる攻撃で基本コンボの締めに使います。 S2 スーパーはタコ足をその場で2本生やしつつ、一定時間ステージ上にあるタコ足全てをでかいタコ足にしてペチペチ攻撃してくれます。画面端で使うとこんな感じで相手を一生端に追い詰めることができます。アルティメットはこんな感じで発生が速くて射程も長くてめちゃめちゃ優秀です。このキャラはタコ足をうまく使って相手の動きを抑制しつつ画面端でボコボコにしたい人におすすめです。
場合は、この前 S1 とか後ろ S1 でこんな感じでスウェーすることができて、このスウェーから派生してパンチを出したり、相手の裏に回ったりなど、縦横無尽に動き回れるキャラクターです。場合は、リーチの長い技がない代わりに、さっき言ったマイスワンだったりとか、こんな感じで突進して相手に近づくこともできます。こんな感じで相手に近づける技が多いので、これを使って得意の近距離で戦うことが強いです。スウェーからの L、M、H でそれぞれ派生があって、各々貯めることもできて、いいタイミングでボタンを離すと、こんな感じでジャストコンボって言って、火力の高いコンボができます。また、スウェーから投げ抜きができるコマの投げをすることもできます。それと場合は、ジャンプめくり攻撃をすることで2段ジャンプすることができて、これを相手にヒットさせると、相手をしびれさせてコンボに行くことができます。また、防御も強くて、こんな感じで相手の打撃をカウンターしてくれる熱海技も持ってます。バイのアシストは、こんな感じで突進する技で、後ろアシストは地面をパンチして衝撃波を発生させる技です。これは対空性能もあるし、ダウンしている敵に追撃して浮かすこともできます。S1 スーパーは長い距離パンチする技で、アルティメットじゃないのに唯一無敵がついてます。S2 スーパーは地面を何度も叩きつける技で、発動後に S2 ボタンを連打することで叩きつける回数が変わります。連打した方が火力も高いです。アルティメットはこんな感じで、どこでヒットさせても相手を画面端に持っていくことができます。一見少し難しそうだけど、ジャストコンボしなくても火力は高いし、シンプルな技が多くてかなり使いやすいので、スピーディーかつパワフルに立ち回りたい人におすすめです。勝負ならいつでも受けるぜ。エコーはすごく足が速くて、こういう空中機動変化も持っていて、すごく機動力の高いキャラクターです。で、このキャラの一番の特徴が、この残像で、残像を残すといつでもエコーはこの残像に戻ることができます。この残像を使えば一人で挟んで攻撃できたり、他にも投げからであれば残像から中段を見せて裏に回って下段など、もう見るからに強い攻めをすることができます。もう一つ強力な技としてこの弾があります。この弾は途中で動きがゆっくりになるんですけど、この間に相手が当たるとこういう特殊やられ状態になって、これを見てからフルコンボに行くことができます。エコーの S1 スーパーはさっきの弾の強化版で、基本コンボを伸ばすために使われます。S2 スーパーは発動すると、今左下に出てきてると思うんですけど、ゲージが。このゲージがなくなるまで残像がエコーの後を追っかけるようになって、この残像にエコーはいつでも戻ることができるようになります。立ち回りで S2 スーパーを発動してから、弾を投げてから戻って隙を消しながら弾と一緒に攻めたり、画面端のコンボの締めに S2 スーパーを使うことで強力なセットプレーをすることもできます。エコのアルティメット技は投げには負けてしまうのですが、このように相手の打撃に対してカウンターして発動することができます。相手の飛び道具に対しても一応近い距離なら難しいですけど、このように弾抜けを狙うこともできます。まあ他のスーパーにゲージ回すキャラだからあんまり使わないんですけどね。まあそうだね。1ゲージを回していくキャラだから。エコーの前アシストはシンプルで強いこういう突進のアシストと、さっき紹介した弾を投げてくれます。エコーの後ろアシストはさっきと同様に減速した後に当たるとコンボに行けます。あと弾を出した後にもうポイントキャラで攻めてあげると強いね。めちゃくちゃ強いです。これこういうね、こういう状況。このキャラはテクニカルな動きで相手を翻弄しながら戦いたい人におすすめです。
but me? ジンクスはこのロケットや豊富な設置技を持っている遠距離が得意なキャラクターです。S2 で出せるこのロケットは端から端まで届き、空中で出すこともできます。設置技には飛びながら前に進んでいく猿のおもちゃの爆弾と、ぴょんぴょん跳ねるトラバサミの2種類があります。遠距離でロケットを撃ったり味方のアシストを出して牽制しながらこれらの設置技を置いて遠距離で立ち回るのが基本の立ち回りになります。アルティメットゲージの上にあるこの紫色のゲージは時間経過で徐々に溜まっていきます。このように溜まりきると相手の球を消しながら飛んでいく強力な飛び道具を打てるようになり、相手に当たると痺れてくれるのでコンボに行くことができます。ジンクスのアシストはさっきのトラバサミを出すのと後ろアシストでロケットを打ちます。これがかなり使いやすくて強力です。ジンクスの S1 スーパーは上に向かって花火を打ち上げる技でコンボによく使われています。S2 スーパーは画面の端から端まで届くでかいビームを打ちます。相手の隙のある技を見てから出せるととても強力です。ダブルダウンフューズを使っている場合はアシストを出してからこの S2 スーパーをして味方に交代することで強制力のある攻めを展開することができます。アルティメットはこんな感じで相手に向かってでかいロケットを撃ちます。これパナシで使われると確定取るの難しいんだよね。このキャラは弾や設置技をうまく使って遠距離で固く立ち回りたい人におすすめです。まずは弱者から消してやろう。ダリウスはリーチが長めの打撃技が多く揃っていて、このリーチを相手に押し付けながら戦っていくキャラクターです。ダリウスには固有の能力があり、S2 技の先端を相手に当てることで相手を出血状態にできます。相手が出血状態だとこのように通常技でもガードの上から削りダメージを与えることができるようになります。 S2 技などの削り量自体もかなり増えます。ダリウスの S1 はこういう相手を引き寄せる技で、相手を引き寄せてから中段と駒投げで相手にタクを迫ることができ、さっきの出血状態にさせることもできます。下 S2 で地面を這う球を出すこともできます。画面端だとコンボが伸びやすく、かなり火力の高いキャラクターです。ダリウスのアシストはこんな感じでタックルをして相手を吹き飛ばします。後ろアシストは相手を引き寄せてくれるので固めに使いやすいです。S1 スーパーは相手を斧で突き刺して位置を入れ替える技です。痛そうすぎ。 S2 スーパーはめっちゃ広範囲に斧を振り回す技で相手を出血状態にできます。ダリウスのアルティメットは上への判定がすごく強いです。このキャラは長いリーチとパワフルな技でガツガツいきたい人におすすめです。敵の警察官、ここはお前らを迎えるほど広くはないのだ。ティーモは遠距離が得意なキャラクターで、こういう飛び道具やキノコを巻きながら相手に嫌がらせをしていくキャラクターです。S2 のキノコは相手が近づくことで発動し破裂します。キノコを設置して相手を動きづらくさせながら空中でこうやってパチンコを打って盤面を制圧していくのがこのキャラの基本的な立ち回りになります。ティーモには3つの固有ゲージがあり、それぞれ立ち得るジャンプ L で出るダーツ、 S1 のパチンコ、 S2 のキノコに対応しています。相手にそれらの技を当てることで徐々にゲージが溜まっていき、マックスまで溜まるとこのようにバッジを獲得し、この攻撃が強化されます。ダーツは毒ダメージが追加されるようになり、パチンコは火をまとうようになり、キノコは破裂すると毒斬りが発生するようになります。ティーモは下を入れ続けることでこのように透明化でき、相手にどこにいるか分からなくさせることができます。下 S2 をすることでこの草むらを設置することができ、この草むらの中にいると動いていても透明化することができます。
さらにもう一度下 S に押すことで、このくす玉の位置に瞬時にワープすることもできます。ジャンプ中にもう一度上を押すか、ダッシュボタンを押すことでパラシュートを開くことができます。ティーボのアシストはキノコを設置するのと、後ろアシストでダーツを2発撃ちます。S1 スーパーは空中を自由に移動しながらダーツを連射するもので、ダブルダウンヒューズであればアシストを出してから交代することですごい攻めができます。 S2 スーパーはめっちゃでかいキノコを設置する技で、前下位置をキノコに当てることで前に進み出し一緒に攻めることができます。アルティメットは結構射程が長めで発生も早く使いやすいです。このキャラは難易度は少し高いですが、遠距離での強い立ち回りはもちろん、すごい火力を持っているハイスペックなキャラクターなので、可愛い見た目が気に入った人や、遠距離でテクニカルなキャラクターが使いたい人におすすめです。ブラウンはこの後ろ S のでかい盾で相手の攻撃を防ぎながらアシストを飛ばして戦うという立ち回りが強いキャラクターです。守るだけじゃなくて一発一発の打撃の火力もかなり高いです。ブラウムのとても強い特徴として S2 技やコマンド投げを当てることで盾を氷の盾にすることができて、この状態で盾を使う技を振ると一発耐えれるアーマーを得れます。氷の盾の状態だといろんな S1 や S2 技の性能が強化されて弾が撃てるようになったり、コマンド内からコンボに行けるようになります。氷の盾がついた状態でこうやってタックルして相手に無理やり近づくのもめちゃめちゃ強いです。いかに氷の盾にできるかが重要なキャラクターです。ブラウンのアシストは相手の飛び道具を打ち消しながら突進するアシストで、氷の盾がついた状態だとこんな感じで相手を吹き飛ばします。後ろアシストは相手の攻撃を防げるでかい盾を張るアシストです。S1 スーパーは盾を叩きつけて氷を撒き散らす飛び道具です。端から端まで届くんだよな。全画面だからね。S2 スーパーはこんな感じでアーマーがついてて、ヒットすると氷の盾がつきます。氷の盾がついている状態で撃つと氷がなくなる代わりにダメージが少しだけ上がります。アルティメットはこんな感じでポロのおやつの時間です。膝の中出してよ俺。膝の中でやばすぎ。このキャラは盾で味方をアシストしつつアーマーで暴れ回りたい人とツルツルとポロが好きな人におすすめです。敵接近中、攻撃には攻撃を。ブリッツクランクは駒投げキャラクターです。 S1 のロケットグラブという遠くにいる敵を掴んで引き寄せて駒投げと打撃で卓を迫るヤバい技を持っています。下 S1 で対空板も出すことができます。ブリッツクランクは蒸気ゲージという固有ゲージを持っていて S1 を長押ししてこう腕を回して溜めたり、駒投げや空中 S2 や前 S2 を相手に当てることでも溜まっていきます。この蒸気ゲージがマックスまで溜まった状態だとロケットグラブはコンボが伸びるようになり、コマンド投げにはアーマーがつきます。コマ投げキャラなのに遠距離もいけて打撃の火力もかなり高い愉快なキャラクターになっています。めっちゃ減る。アシストはさっき紹介したロケットグラブで遠距離の相手を引き寄せます。ずるい。後ろアシストはロケットグラブの対空板で空中の相手を掴んで引き寄せます。ブリッツの S1 スーパーは相手を地面に叩きつける技で使うと蒸気ゲージがマックスになるので、この後の置き攻めが強力になります。 S2 スーパーは周りに電気をこうやって放つ技でコンボの締めによく使われています。
アルティメットは発生が0フレームで見てから飛べない駒投げの無敵技になっています。このキャラは駒投げキャラが使いたい人ややることが分かりやすくて操作も簡単なので格ゲー初心者の方におすすめです。お前の望みも風と共に散る。野草はこのように構えを取ることができて、この構えから攻撃とかこんな感じでステップに派生することができるので、この構えを起点に戦っていくキャラクターです。野草の立ち回りを支えてるすごい強い技があって、それがこの S1 のハサキーで、このハサキーから構えを取って一気に周りを詰めて相手に触りに行ったり、ジャンプして攻めに行ったり、相手の裏に回ったりなど様々な攻め方があります。これがマジで速すぎて見えない。本当に見えない。さらに自分から攻めに行くだけじゃなくて、後ろ S2 で封鎖の壁っていう飛び道具を通さない壁を作ることもできます。そしてこの壁越しに S1 をすることで強化版の S1 を打つこともできます。あとこの S2 が飛び道具なんですけど、これも封鎖の壁に当てることで強化版になって竜巻を起こすことができます。近距離も遠距離もどんな時でもこうやって一人で対応できちゃうのがこのキャラクターです。野草の前アシストはこんな感じで突進して相手の裏に行く攻撃で、後ろアシストは封鎖の壁を出します。 S1 スーパーはこの矢切りで、これは弾抜け性能もあるので狙ってみるといいです。 S2 スーパーはこんな感じででっかい竜巻を起こす技です。どっちも立ち回りってよりはコンボの締めとかによく使うスーパーだね。そうだね。野草は唯一この S2 スーパーからアルティメット技を一人で繋げることができます。 S2 スーパーから繋ぐときだけアルティメットを2ゲージで打つことができます。野草は他のキャラと比べてボタンを押す回数がかなり多いので扱うのがすごい難しいんですけど、使えたらめちゃめちゃ強いんで、もう自分のプレイスキルに自信ある人はぜひ使ってみてください。ワービックは相手の飛び道具を抜けながら走って攻撃したり、空中に飛び上がってから相手にダイブしたりなど、地上からも上からも奇襲を仕掛けれるキャラクターです。 S1 が相手に飛びかかる中段攻撃で見てから立つのが難しくてめちゃめちゃ強いです。 S1 ボタンを長押しすることで相手の球を抜けながら走ることができます。ワービックはさらに壁に張り付くこともできて、そこから派生攻撃にも行きます。下 S1 で空中に飛び上がることができて、そこから L で相手に突進したり、 M で相手を地面に叩きつける攻撃ができたり、 H 派生でコマンド投げすることもできます。このキャラは知恵の欲望っていう固有ゲージがあって、今左下のアルティメットゲージの上にあるんですけど、こうやって相手を攻撃することでゲージが溜まっていきます。特に S2 技やコマンド投げをすることで多く貯めることができます。このゲージがマックスになると溜まったゲージを消費して S2 技や S1 技のキャンセルが効くようになったり、性能が強化されます。性能が強化される技の中でも特に強力なのがこの前 S1 で相手のガード方向を裏にしながら高いコンボに行くことができます。また S2 技を当てることで体力ゲージのグレーゲージを回復したり、足が速くなったり、空中でさらにジャンプボタンを押すことで空中軌道変化してさっき説明した派生攻撃に行くこともできます。アシストは突進する技でヒットすると相手が地面を転がっていきます。後ろアシストは上に登っていく技で対空性能があります。 S1 スーパーは相手めがけて飛びかかる技で必ず相手を追尾します。S2 スーパーは相手を何度も切り裂く技でヒットすると知恵の欲望ゲージがかなり溜まります。アルティメットはヒットすると知恵の欲望ゲージがマックスになります。もともとゲージがマックスの状態でヒットさせると HP が少しだけ回復します。このキャラは地上からも上からも相手に飛びかかって強い攻撃を押し付けて荒らしまくって勝ちたい人におすすめです。
ご視聴いただきありがとうございました。この動画をきっかけに使いたくなるようなキャラや自分に合うキャラが見つけられたら幸いです。各キャラ紹介しきれていない技がまだまだたくさんあるので、ぜひご自身で使って試してみてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。